こんにちは。これもね、どういう風に伝わるかわかんないんだけど、子供がいると、子供がさ、ママーとかって入ってくるじゃん。で、私やっぱり、集中したいタイプだから、カットインされるのがちょっと苦手っていう意識があったわけ。で、そこを超えたいなと思って、縦軸が、大雑把だと、カットインっていうのが、今カットインされたなみたいな感じに思うんだけど、縦軸が微細になればなるほど、カットインまでにすごい深く潜ってるから、それが 0.2 秒ぐらいだったとしても、ママってやるときに、何ってご機嫌で言えるんだよね。なので、どれだけ微細に縦軸に入るかという挑戦として、我が家はカットイン天国にしたいと思ってるの。いつママに話しかけても大丈夫っていう状況を作りたいなと思ってる。で、不思議とそう思ってやっていると、あんまり話しかけられないのはなぜなんだろうと思うんだけど、でも、そのカットイン天国で行こうっていう開き直りは、私にとってカットインされるために全部やりかけだよ。でもこのやりかけだってあなたたちのためにやってるんだよ。ママがやりたいこと一つもないんだよ。みたいな気持ちが、どうぞカットインしてください。で、すべてのものは、それが、たとえ子供の食器を洗ってるのであれ、子供の上履きを洗ってるので、それは私のためにやってることなんだよ。って思ってんの。で、そこはカットイン天国でありたい。そういう美しさを生活の中で具現化できないかなと思ってる。カットイン天国やろうと思いました。ありがとうもう、うちはカットイン天国だよ、みたいな。好きな時にカットインしてくださいっていう、そういうね。もちろんさ、そんな上手に対応できない、ことだって全然あるんだけど、すべては実験ですので、実験は大体失敗をしてノウハウを蓄積するもので、最初から成功するんだったら実験がいらないじゃない？だからどんどん、失敗を経験値に変えてやっていく。もう私なんか失敗だらけで積み上がってきてるからね。カットイン天国の微細にするところもう細かくきたい。例えば、今、サーモンのお刺身作って、今日はちょっとバーナーで炙ってみようかなって、バーナーってる時に、ママって言われた時に、バーナー炙ってる間は話しかけないでっていつもは思ってるとするじゃん。でもそのバーナー炙ってる間って、数十秒あるじゃん。でもその数十秒を一塊にすると、それがすごいカットインの波及力がでかいんだけど、本当にボーってやった時のこの焦げ目と焼き加減の一瞬にファーって潜った時に、ママって言われた時、一回そこで止めてもいいなっていう気になる。だよね。バーってやって完成っていうんじゃなくて、ここに深く集中して、喜び、愛、感謝、自由みたいなものを感じたいと思ってやってるから、その1秒で自分なりの満足感みたいなものを縫えるっていうかさ。なのでママってる時に、はいって言える。でも、そこを細かく刻んでないで、これ全部終わってから、この場の炙るのが目的になると、カットインがすごい、何よ、みたいになっちゃう。ちょっとうまく説明できてるかわかんないけど。でも、これも、本当に無理しなくていいというか、無理にカットイン天国を作ろうとかっていう風な、気負いはなくていいし、やってみたいって思った時に、やってみたいって思った分だけでいいんだよね。ありとあらゆる瞬間に日常生活があるじゃない？で、そこの縦軸で対話をしながら、その王の願いが叶えられてる瞬間っていうのが毎秒訪れてるから、はーってなるのよ。この幸せってもう何にも代え難いですし、誰かに何かをしてもらう必要が全くないですっていうさ、この感じがすごい好き。あと、フォーリーにね、教えてもらった本に、前にもね、紹介した本なんだけど、がんの方が、村上和夫さんの本の、を読んで、すごく、目が覚める思いがして、もう本当にいつ亡くなってもおかしくないって言われた時に、それだったら60兆億の細胞全部にありがとう
って言ってから命を終えようって思って、ずーっとありがとうって言ってて、そしたら抜けた髪の毛にも、今までだったら、あ、髪の毛だわって思ったのが、自分をずっと守ってくれた髪の毛に感謝が湧いたっていう話書いてあってさ。で、髪の毛って、もともと髪の毛細胞としてあったわけじゃなくて、受精卵って1個でしょ。それが2個になって3個になって4個になって細胞分裂しながら、全部の細胞はもともと1個なんだけど、分裂していく過程で、お前は脳な、お前は目な、お前は足な、お前は手なって言って、みんな OK って言って、それぞれの部署に行くわけよ。で、すべての才能、すべての機能は果たせるのに、髪の毛だっていう風に指令を受けた髪の毛の細胞を OK って言って、心臓とか瞳とかの全部の遺伝子をオフにして、髪の毛の遺伝子だけオンにして髪の毛として成長していくわけ。で、それがこれになってるわけよ。で、何年も大切な頭を守るために、ここにいてくれて、時にはこんなこうくるくるとか、高温で熱されたりとかされながらさ、いるわけじゃない。でも、私今まで落ちてる髪の毛に、そんな感謝したことなかったなと思ってさ。私の髪の毛もあるし、娘たちの髪の毛もある。娘たちの可愛い頭をさ、守ってくれて、それも何年も守ってくれて、その命を終えて落ちた髪の毛にさ、本当にありがとうございますっていう気持ちで、掃除をしてたの。だから全部をエネルギーの視点で今何をしたいかなっていうことを細かく見てるのかもしれない。一つ一つに。うん。そう、いつも面倒な気持ちで洗面所の髪の毛色した。ほんとね。だって、この一本一本がさ、本当は心臓、本当は瞳の可能性があるけれども、私という命を支えるために全力を尽くして、その可能性を閉じて髪の毛として生きてくれたっていうのが、すごいことだよね。すごいことだなと思ったの。そう。カノさんのお話を聞いてると生きるのが楽しくなる。細かい縦軸の描写に感動。ありがとうございます。こんなに聞いていただけて幸せです。